た随分暗い場所を選んだな。君の紹介動画ってのはいつもこの調子か。静けさは思考を整える。光の中では闇の力を理解することはできる。ほう、闇の力で随分と物騒な導入だ。まさか今度の統率者は独裁者じゃないだろうな。独裁とは混乱を抑えるための手段に過ぎん。今日紹介するのは秩序を守る闇の使い手、ヴィンセント・バレンタインだ。やっぱり独裁者じゃないか。彼は助教を糧に力を得、敵を葬るたびに己が強くなり、奪った命で耐久を積み上げる。無駄も装飾もない、まさに合理的な暴力だ。つまり生産か。君らしい哲学だな。このデッキも同じだ。混沌を整理し秩序を築く、それだけの話だ。黒炭の本質は支配と再生、犠牲によって均衡を保ち、破壊によって安定を得る。それがヴィンセント・バレンタインの戦い方だ。なるほど、秩序のための粛清。相変わらず君のデッキは民主主義とは程遠いな。では早速紹介させてもらおう。やっと本題か。闇の哲学講義はもう十分だよ。私の統率者ヴィンセント・バレンタイン、ファイナルファンタジー収録の黒4マナの伝説のクリーチャーだ。赤単の方を選ばないのはさすがショーだ。分かっている。赤とはあらゆる意味で距離を置きたいんだろう。赤とは相入れに悪徳、中華民族の魂を蝕む毒だ。その毒を断つことこそ真の防衛だ。君の思想がよく現れているね。能力の説明を続けよう。まず一つ目、対戦相手がコントロールしているクリーチャーが死亡するため、そのクリーチャーのパワーに等しい数のプラス11カウンターを置くという能力だ。理由を問わず対戦相手のクリーチャーが死亡することが条件。また効果量は死亡時にパワーを参照する。つまり追放除去では効果がないし、パワーが下がった状態で倒しても見返りは薄い。だが適切な除去を選べば効果は爆発的だ。つまり除去の仕方次第で成果が変わるということだね。その通りだ。能動的に除去を使え最大の利益を得る構成になっている。そして2つ目の能力だ。攻撃するたびこれを変身させることができる。変身後は基本のスタッツが32でトランプルとハンコンを持ち、死亡した時には表面にしてタップ状態で戦場に戻す。ここで重要なのは2点だ。第一に表面から裏面へ変身するときは表面で得たプラス11カウンターを引き継ぐ。第2に裏面が死亡して表面で戻るときは別オブジェクトとして扱われるためカウンターは引き継がれない。つまり育てた数値を生かして殴り倒れたら裸で帰還、また育て直す設計ってわけだ。その解釈で自己再生で居座れるが強化は毎回やり直しだ。これを前提に計画する。十分な強化を得た状態で変身し統率者ダメージでの決着を狙うのが第一プラン。ハンコンで得た膨大なライフをリソースに変えていくのが第二プランだ。黒にとってライフは燃料、それを体現しているわけだね。豊富な除去は敵を排除する手段であると同時に統率者を育てる装置として使う。そして余剰のライフを物量と再展開に転化して勝つ。それが理想形だ。わかりやすいようで深みのある戦術だ。では次のテーマに移ろう。ではマナ基盤について説明していこう。国家でもデッキでも基盤はおろそかにできないからね。まず土地の構成だ。合計で32枚になっている。黒炭の場合馬であること自体が強みだ。特殊土地の採用は限定的にしているところがポイントだ。なるほど、河北統一にも通じる領土の一体性重視ってやつだな。これに加えて2マナ以下のマナアーティファクトが7枚、それに準ずる役割を持つカードが2枚採用。序盤の安定性と速度を両立させる基本パッケージだ。整然としているね。さらに3マナ以上でマナを大きく伸ばせるカードを5枚採用している。これがこのデッキのマナ基盤の特徴だ。黒炭では稀に見るね。大きく伸ばしたマナから勝負を決めれるような特大呪文も入っているのかな。そこは後で説明しよう。加えて序盤の安定性を補強するために2マナ以下のドロー手段を5枚、3マナ以下にも1枚同様の役割を持つカードを入れている。
これでリソースの循環も途切れない。つまり3ターン目に3マナに到達する確率はマリガン込みの初手で 95% 近くに達する。初手をよほど誤らなければ安定した立ち上がりになるはずだ。素晴らしい安定性だ。理論上はな。よし、このテーマは理解した。次のテーマに移ろう。では次に採用クリーチャーについて説明しよう。それは楽しみだ。君の祭りごとが支援継続に値する構成なのか見させてもらうよ。審査の結果がどうである、私は自国の方針を変える気はない。まるで議会の答弁みたいだ。いいだろう、続けたまえ。まずクリーチャーの採用数は23枚。複数の役割を兼ねるものもいるが、内訳としてはマナ関連が2枚、アドバンテージ関連が9枚、除去関連が6枚、ライフゲイン関連が4枚、他2枚だ。きれいに整理されている。まるで軍編成表のようだね。除去系は主戦力だ。除去呪文だけでなくクリーチャー自身も除去手段となる。対戦相手を削りつつヴィンセントの強化も兼ねる構成だ。つまり戦場での粛清と育成が同時に進む君らしい効率性だ。言葉の選び方には問題があるが容姿は合っている。効果量が大きくなるように各対戦相手に干渉できるものを優先している。これによりヴィンセントのサイズが一気に上昇し、変身後にトランプルとハンコンでライフを回収する展開が可能になる。そのライフをさらに資源に変えるというわけか。その通りだ。アドバンテージ系のクリーチャーを通じて得たライフをカードや展開力に変換する。黒タンではこの循環こそが安定性の要となる。だがライフの裏付けがなければそうした動きも続かないね。もちろんだ。統率者によるハンコンで得るのが理想だが、単体で大量ライフを稼げるカードも数枚採用している。またライフゲインをダメージゲーンへ転換するカードも重要な勝ち筋になる。なるほど、大量ゲインでそのまま押し切る可能性もあるわけだ。理想的な制圧型経済だね。経済でも戦場でも余剰のリソースをどう生かすかが勝敗を分ける。全くどの世界でも君の考えは一貫しているな。よし、このテーマは理解した。次のテーマに移ろう。では次にアドバンテージの獲得手段について説明しよう。おや、それはつまり我がアメリカからの支援を取り付けるための方策というわけだな。君の援助はありがたかったが今回は自力で立つ話だ。珍しい。てっきりまたレンドリースの再現かと思ったよ。実際似た構造ではある。資源の投入と消耗。このデッキのアドバンテージ獲得もまさにそれだ。まず繰り返しにはなるがライフをリソースに変換するカードが多数入っている。内訳はクリーチャーが10枚、非クリーチャーが5枚の構成だ。ほとんどライフロスを伴うため裏付けなしに乱発すれば命取りになる。何かを得るためには何かを失う。資本主義でも戦争でも変わらない真理だね。だが得たものが勝利を即座に保証するわけではない。むしろ盤面を流された後の復旧手段を確保しておく方が重要な場合も多い。つまり支援を求めるよりも自国の再建力を重視すると。その通りだ。勝つためにはドローの枚数よりも立て直しの計画が価値を持つ。一方で搭載しているコンボは1種類のみ。過剰な依存を避けるためサーチ手段の採用は相性の良い2枚にとどめた。なるほど、デーモンサーチと生贄を伴うサーチだね。前者はほぼスピードデーモンをサーチする。後者はヴィンセントの裏面を生贄に捧げて表面に戻すという小技としても使える。ふむ、犠牲を通じて再生を得るか。犠牲は痛みだが制御された痛みは力になる。それはこのデッキにも通ずる真理だ。全くどんな話でも政治哲学に行き着くんだな。よし、このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では次に勝利手段について説明しよう。いよいよ勝ち筋の話か。また統一戦線でも組むつもりじゃないだろうね。協力が必要なのは序盤だけだ。中盤以降は誰も信用できん。相変わらずの現実主義だな。続けてくれ。まず第一に除去で統率者を育てての統率者ダメージによる勝利だ。これが主軸であり最も直接的なルートだ。ただし序盤から一気にサイズを上げるのは得策ではない。目立てば
各対戦相手の除去が一斉に飛んでくる。10点以下の打点を散らしながらライフを確保する展開が理想だ。一気に肥大化させたい衝動を抑えると、政治でも軍事でもそれが一番難しいんだがね。我慢は戦略の一部だ。このデッキでは何をするにもライフが最重要資源になる。ライフをリソースに変換する循環さえ生まれれば勝利は目前だ。そこからは大量のライフをボーナスの城塞に投じて盤面を制圧する。あるいは大量のマナを生かして特大呪文で締める。もしライフが50を超えたなら霊気貯蔵機での一撃も選択肢になる。面白い。備蓄してから解放するタイプのデッキってわけだね。違うのはこちらは議会の承認を要さない点だ。それは確かに強いな。ヴィンセントが十分に育っているならこの2枚も勝利手段になるだろう。さらに無限コンボもこの1種類だけ採用している。それぞれが単体で役立つ構成だからこその選定だ。なるほど。暴走ではなく制御された無限か。君らしい冷静さだ。力を制御できなければ強さに意味はない。勝利もまた管理するものだ。さすがだな。カードゲームの話をしてるのに妙に説得力があるよ。よし、このテーマは理解した。次のテーマに移ろう。では次にデッキの欠点について説明しよう。おや、自ら弱点をさらけ出すとは意外と誠実じゃないか。弱点を理解せずして改善はない。隠すより制御する方が賢明だ。なるほど。反省から入るタイプか。まず繰り返し説明しているようにライフをリソースに変換する循環を生み出すことが最重要だ。そしてその中心はヴィンセント自身にある。彼を欠いてはライフの供給が追いつかず代償の重みで沈む。リスクを負って利益を得る構造か。どこか経済的だね。仕組みは似ているがこちらは単純だ。欲をかけば破綻する。対策としては定番の2種の装備品が手堅い。それ以外では過度に目立たないサイズで変身することと数回は除去される前提でマナを確保しておくこと。この2点を意識すれば安定度は大きく変わる。つまり控えめに生き延びるのがコツか。長期戦の鉄則だね。黒単では統率者を守る手段が限られている。過信せず常に退路を確保しておくことだ。慎重さと計画性か。まさに君の哲学だ。理論も実践も同じだ。欲をかいては仕損じる。そのことを肝に銘じることだな。肝に銘じよう。いやー、相変わらず緻密だね。除去、ライフゲイン、マナ、全部計算の上って感じだ。戦場でも計算を怠れば最初の一手で敗北する。勝利とは積み重ねの結果だ。まるで将棋の解説みたいだ。まあ君らしいとも言えるけどね。派手さよりも安定だ。力は制御されてこそ意味を持つ。いや、でも見てる方は派手な方が好きだよ。視聴者だって爆発とか無限とか分かりやすい価値を見たいものさ。その欲望こそ秩序を乱す根源だ。出た、小五六。学ぶ者がいれば語る意味もある。秩序を恐れず混沌に溺れるな。闇を制する者こそ光を知る。